ピンク色ですごく可愛いです。梅が届きました。うわー、小梅ですけどすっごくいい香りがします。こんにちは、榎本美沙です。今回はこのですね、届いたばっかりの小梅を使ってカリカリ梅、カリカリ小梅を作っていきたいと思います。カリッとした食感がとっても美味しいので、ぜひですね、小梅手に入ったら作ってみていただけたら嬉しいです。では材料の説明です。まず小梅になります。小梅はですね、傷がなくて、黄色く完熟していないもの、青いものを選ぶと良いです。そして塩、粗塩を使っています。ホワイトリカー、こちらがですね、卵の殻になります。これを使うことで梅がカリカリに仕上がります。きれいに洗ってですね、この薄皮取り除いて、天日に1時間以上干しておきます。まずですね、梅洗っていきます。ボウルに水を入れて梅を入れて洗います。そしたらですね、小梅はアクがありますので、たっぷりの水につけてアク抜きをしていきます。このまま1時間置いておきます。はい、時間になりました。そしたらですね、ざるに小梅をあげていきます。水気を切ったですね、青梅、しっかり水を拭いていきます。ペーパータオルのようなものだったり、清潔なさらしで拭いていきます。このなり口のところ水が溜まりやすいのでしっかり拭いていきます。保存食はですね、水気が残っていると悪くなりやすいので、水気をですね、きれいに拭き取ってから使います。ではですね、水気を拭き取れたら、今度はこのなり口についているヘタを取っていきます。こう竹串を使うとポッと簡単に取れますので、このような形で取っていきます。すでにね、ヘタ取れちゃってるものもあるので、それはね、もうそのままにしておいて大丈夫です。はい、卵の殻ですね、天日干ししてカリカリになったものになります。こちらをですね、お茶パックの中に入れます。この卵の殻を入れることでですね、梅がですね、カリカリっとした食感に仕上がります。そしたらですね、ボウルに小梅入れてですね、ホワイトリカーをまぶしていきます。手でね、全体にまぶさるようにします。こちらカビ防止になります。全体にまぶされば OK です。そしたらですね、ジッパー付きの保存袋に入れていきます。今回ね、L サイズの大きいものを使っています。こちらにですね、梅、アルコールが下に残ってればアルコールはこう手で切るように、水気を切るようにしてですね、入れていきます。で、塩、梅、塩という風に交互に入れていきます。で、途中でですね、この卵の殻入れます。そしたらですね、全体をなじませます。梅からですね、水分が早く出るように、塩がですね、全体に行き渡るようにしていきます。はい、全体にね、塩がまぶされば OK です。そしたらですね、つけていきます。バットにこうなるべく平らになるように梅をのせて、しっかりとね、空気を抜きます。で、ジッパーの口を閉めます。この上にですね、1キロの重り、500ミリのペットボトル2本とかですね、を乗せておきます。こちらで直射日光の当たらない常温に 2,3 日置いていきます。ただ1日1回ですね、こう塩が全体にまた馴染むようにこう揉み込んで、また重しをするというのを1日1回やっていきます。では3日経ちました。見てみたいと思います。おー、しっかりね、梅酢見えますかね。梅酢が出てます。そしたらですね、この卵の殻はここで取り除きます。で、袋の口を閉じてですね、このまま冷蔵庫に入れて 4,5 日置いておきます。ですね、4,5 日経ちました。ちょっとね、馴染んでる感じすると思います。ではですね、アルコール消毒などをした清潔な瓶に移していきます。
すっごくいい香りがします。芳醇なですね、酸っぱそうなんですけど、なんか華やかな香りがします。美味しそう。やっと食べられますね。1週間経って楽しみです。そして梅酢もですね、一緒に入れていきます。ちょっとね、ピンクが帯びてた梅なのでピンク色ですごく可愛いです。こちらで出来上がりになります。蓋をして冷蔵庫で保存します。はい、ではまん丸で可愛いカリカリ梅いただいてみたいと思います。いただきます。美味しそう。美味しいです。ちゃんと酸っぱくてカリカリしてるんですけど、ジューシーな感じに仕上がってます。これね、このサイズだったらおにぎりとかにもちょうどいいと思いますし、お弁当にねちょっと真ん中に乗ってると可愛いんじゃないかなと思います。ただ酸っぱいだけしょっぱいだけじゃなくて、ちょっと旨味のある味わいに仕上がってるかなと思います。すっごく美味しいです。これはですね、そのままご飯と合わせていただいてもいいですし、ちょっとお茶受けとかですね、おやつなんかに少し食べていただくと口がすっきりしていいんじゃないかなと思います。あとは刻んで種の周りをねこうそぐように刻んでチャーハンにしたり混ぜご飯にしたりしても美味しいです。味のね酸っぱしょっぱいアクセントになりながら食感もカリカリとアクセントになりますので、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。今回小梅のカリカリ漬け、カリカリ梅ご紹介しましたけれども、こちらの本初めての梅仕事、大和渓谷社さんから出させていただいている本ではですね、この小梅のカリカリ梅だけじゃなくて、青梅の蜂蜜漬けとかですね、我が家の定番なんですけれども、蜂蜜黒酢梅シロップ、梅の甘露煮、あと梅干しなんかもいろいろ載せています。でそのですね梅干しとか、作った梅ジャムとかですね、梅シロップとかを使ったレシピもいろいろご紹介してますので、よろしければこちらもご覧いただけたら嬉しいです。これからも季節に合った料理だったり発酵食品を使った料理いろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。